皆さんこんにちは、しおねるです。本日は韓国の新幹線と呼ばれる KTX に初めて乗車します。初めての海外の列車旅、日本とは少し違う空気も味わってきます。行ってきます。出発はプサン駅からです。駅は大きくて迷いそうですが、日本語が書いてあるのでスイスイっと迎えました。こちらがチケット売り場で、日本だと空席情報が表示されている場所に発車ホームと遅延情報が書いてあります。今 KTX 乗り場の近くに来たんですけど、なんかもう空港みたいになってる。カフェなどがたくさんあるので、長旅のお供の心配はいりません。今回乗車するのは14時54分発ソウル行きの KTX です。日本と違って発車ホームは事前に決まっていなくて、出発15分前に表示されます。なのでみんな掲示板の前で表示を待っていますね。そういえば今日何も飲んでなかったのでコーヒー買いました。6番乗り場。今ここの場所も乗り場に行くまでにも改札が一切見当たらないんですけど、ここでは信用乗車方式が取り入れられていて、誰でも出入りできちゃいます。未購入の座席に座っている場合にのみ車掌さんに声をかけられるそうです。これお見送りとかも自由にしていいんですかね。エスカレーターを降りるとなんだか渋さ、寡黙さを感じる KTX1 がいました。六角形みたいな感じでちょっとカクカクっとなってる。先頭が見たかったけど、ここまでで立ち入り禁止だそうです。プサン駅ではホームの端まで歩くことはできません。KTX1 は動力集中方式といって、一番前と後ろについている機関車によって牽引するスタイルとなっています。両端からは乗車ができないということで、乗車が可能な客車部分のみの立ち入りが許されています。まさかのKTX の顔が見れないという事態にショックを受けたのですが、ソウル駅では撮影できたのでそちらを見てみたいと思います。そもそも KTX とはコリアトレインエクスプレスのことで、韓国の新幹線とも呼ばれる超高速鉄道システムです。これが誕生したおかげで、これまで4時間以上かかっていたソウルプサン間は2時間台で移動できるようになりました。 KTX は4種類あって、今回乗車するのは初代 KTX。 外観はグレーベースとなっていて、窓枠、そして車両上下に薄い青いラインが入っています。扉部分は緑と赤の縦ラインが入っていますが、これは普通車かファーストクラスかを表していて、とても分かりやすいですね。最新型の車両も出ている中で、やっぱり KTX といえばというこちらの KTX1 ですが、車両はフランスの高速鉄道 TGV を元に作られていて、比べてみるととても似ています。ロボット感が強くて武骨なかっこよさがあると思います。このレトロな SF 感、日本にはないデザインです。KTX はこの他にも3種類あります。こちらは2代目の KTX サンチョン。シートピッチが広くなったり座席回転が可能となりました。こちらは3代目の KTX イウム。 KTX の列車では初めて動力分散方式を採用しています。そして今回は出会えなかったのですが、最新型のチョンリョンもあります。そして KTX とは違うのですが、赤と黒の列車は ITX セマウル号、在来線の特急列車です。形は KTX と結構似ていますよね。車両のイメージカラーがはっきりとしていて分かりやすいです。こちらはムグンファ。日本でいう急行列車のような感じだそうです。後継者として ITX マウムが登場して置き換えが始まっているとのことで、徐々に姿を消しつつある車両です。ということで、プサン駅ホームに戻りましょう。すごい、このホームって
との間がすっごい空いているっていうのと、塗る位置が高いですね。結構荷物を落としたら大惨事になりそうな感じ。18両もあるから長いホームを歩く時間が。一応ホームにコンビニもあるので直前の購入も大丈夫。普通に日本の新幹線みたいな感じですね。新幹線すごく硬いアイスが売ってそうな自販機もあった。ではいよいよ乗車です。段差も隙間も大きいので怖いですね。扉は半自動でこのバーを傾ければ開きます。座席は2プラス2列、グリーンブルー系でトーンが統一されていていいなと思います。寝ちゃいそうな感じの落ち着いた暗さです。一番びっくりしたポイントが、車両の中間地点に行くとなんと向かい合った座席配置になっています。なんかもうここだけグループ座席みたいな感じになっていて、しかも回転はできません。さらに中央の席を境に座席の向きが変わっていて、乗客の半分が進行方向を逆に座ることになります。なんでと思わず突っ込んでしまいました。ということで私は後ろ向きに出発です。せっかくなら体験してみたくて進行方向逆の席を指定しました。なんでこんな形なんだろうと思ったんですが、頻繁に列車の方向が変わるヨーロッパの列車をそのまま導入したためだそうです。ちなみにチケットはコレールの日本語サイトがあって、そこから予約ができて座席指定も可能です。以前は座席指定できなかったみたいで座席ガチャが発生していたそうですが、観光客にも対応してくれているのはありがたいですね。料金はプサンからソウルまでで約2時間半ぐらいの乗車ですが、59,400ウォン、この時日本円では 6,374 円でした。距離は 417.4km で、日本だと東京駅から富山県の新高岡駅の距離が一番近いかなと思うのですが、その場合 14,230 円かかるので半額以下ですね。距離に対してかなり安いです。足元は座席の下が空いているので伸ばせますし、フットレストもついています。背面テーブルは引き出し方式となっていて、コーヒーを片手に持ちながらはちょっと難しかったです。正方形に近い形でサイズはかなり大きいのですが、パソコン作業したりとかお弁当食べてる人っていうのをあんまり見かけませんでした。この針金みたいな部分が何かわからなくて、ドリンクホルダーがなかったのでドリンクを置いてみました。リクライニングは座面も同時に動くタイプです。天井の低さなどもあってかなりコンパクトに感じます。頭上の荷物棚は透けていて置き忘れはしなさそうです。今回私は旅のお供にプサン駅の近くでパンを買ってきました。韓国はおしゃれなパンがたくさんあるイメージがあります。何パンかは韓国語でわからなかったので、売上1位のものを選んで買ってきました。ちょっと辛すぎてびっくりしたのですが、青唐辛子のパンでした。これを食べてみて、やっぱり韓国の人は辛いものに強いんだろうなと感じました。かなりスピードが出ていることがわかるかなと思うのですが、この車両の最高速度は300キロだそうです。長時間の移動なのでコンセントが欲しいところですが、全席についているわけではありません。窓と窓の間についているので、コンセントがある席は車窓があんまり見えなくて、車窓が見たかったらコンセントは使えなくてという感じになってしまいます。
窓は横に長く2列で共有しています。なのでこの日よけを自分のタイミングで動かせません。座席幅は少し狭めに感じますが、隣の座席とぴったりくっついているわけではないので窮屈さは感じませんでした。今回私が乗車しているのは1号車で、理由は列車の顔を見た後スムーズに乗車するためです。それは叶わずでしたが、もう一つ困ったことが起こりまして、KTX のファーストクラスが2、3、4号車にあって、なぜか1号車だけ普通車の離れ小島みたいな感じになっていました。号車によってあるものが全然違うのかな。荷物置きとかお手洗いは各号車にあるんですけど、自販機その他サービスはファーストクラスを通らないといけないようになってしまっています。見に行きたかったのに最悪だと思っていたんですけど、聞いてみたところ、日本とは違って通り抜けやデッキの使用などは問題ないそうです。ファーストクラスは座席がゆったりしているだけじゃなくて、お水が無料でもらえます。パッと見誰でももらえそうなんですけど、こちらはファーストクラスの方限定の無料自販機です。普通車の方も使えるのがこちらの自販機で、ドリンクの他にお菓子や充電器なども売っていました。有料にはなりますが、ここで携帯の充電をすることもできます。なんかいろいろと日本にはない設備があってびっくりしました。長距離列車ですが、荷物置き場はこんな感じで結構コンパクトですね。そしてデッキ部分にはこちらの補助シートがついています。どのデッキにもこれに座っている方がいらっしゃったのですが、多分誰でもずっと座っていいのかな。立ち席というのもあるみたいなので、デッキで補助シートが空いてたら座るっていうこともできるのかなと思います。正直これ座って2時間移動でも全然余裕ですね。お手洗いもギュッとコンパクトな空間になっています。洗面台が中に入っているタイプです。コンセントある。座席に戻るときにちょうど中央の向かい合わせの座席の横を通ったんですけど、やっぱり皆さんちょっと足元がきつそうでしたね。通路側の人はまだ逃げ道があるかなと思うのですが、窓側の方はかなりしんどいのかなと想像します。列車内を探検していてびっくりしたのが、立ち席券ということなのかもしれないんですけど、デッキにいる方がかなり多いなという印象でした。それにデッキにいる方はですね、基本的に皆さん電話をしていらっしゃって、長距離の列車というよりは近場を移動しているような気分になりました。駅構内の雰囲気とか、あとはグリーン車をファーストクラスと表現したりと、何かと飛行機っぽいなと思うことが多かったのですが、こちらの車内のテレビもですね、飛行機みたいに等間隔でモニターがついていて、ずっとアニメなどが流れています。この高速鉄道の路線は山の中を走るので、トンネルを通過することがとっても多いです。なので景色を楽しみにして、うわーって思った瞬間遮られることが多々あります。乗っていてもかなりスピードが速いなという体感があって、測ってみたらこの時は 284km、 すごいスピード出てますよね。そしてこの動画を見ていただくとわかると思うのですが、揺れがすごく少ないなと感じました。縦揺れは若干ある時もあるんですけど、基本的に横揺れはないに等しいかな。揺れでうわーみたいになるタイミングが全然なくて、ずっとスーッと走っている感覚です。ソウル寄りになってくるとだんだんとトンネルが少なくなってきて、車窓をゆっくりと眺められる時間も増えてきました。
日本語本当にお上手ですね。どこで日本語を学ばれたんですか？すごい。すいません、감사합니다。ありがとうございます。今回 KTX に乗る前にプサンを観光していた時にも素敵な出会いがあったのですが、この KTX でもとても親切にしていただきまして、韓国に温かい方が多いんだなとすごく嬉しくなりました。しまんなくなった。ありがとう。ということで、すっかり日も落ちてきてソウル駅に到着です。ソウル駅到着しました。めっちゃ快適だった。あとすごい静かでしたね。びっくり。素敵な体験のおかげでプサンとソウルを近く感じられましたし、国によってサービスの需要も変わってくるんだなと面白い発見もありました。また最新型車両にも乗りに行きたいなと思います。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。